お米がない。どうする？お弁当。皆様、お米は買えていますか？我が家は全然買えないよ。こちらの地域では9月の中旬頃から新米の収穫が始まるそうなので、それまでなんとかしないと。毎日のお弁当作り、とても悩みます。この日はまず豚こま肉を焼いて、洗ったキャベツを細かく切ります。ブロッコリーは洗って水につけておきます。長芋は皮を剥き、ビニール袋に入れて叩きます。長芋は手がかゆくなったり滑るので、切ったりすりおろすよりも叩いた方が楽なのです。この日はお好み焼きにするので細かく叩きます。我が家は固めのお好み焼きが苦手なので、いつも長芋をたくさん入れます。米粉、卵、水、白だし、桜エビを混ぜます。夜はヘルシーに、ここに豆腐も混ぜたりしますが、お弁当用なので豆腐はやめます。ふわふわになるように空気を入れて攪拌します。豚肉も混ぜて、お弁当用に小さくしたいのでシリコンリングで焼きます。米粉なのでふわっと軽い。卵不足の時もそうでしたが、お米もあるのが当たり前じゃないんだと、生産者の方へ感謝の気持ちを実感します。白米好きなので辛いけど、その分新米の美味しさが100倍に感じる気がする。ご飯いっぱい食べるの楽しみだね。付け合わせが難しいから、とりあえずブロッコリー、シリコンリングを外してひっくり返します。隙間でウインナーも焼いています。竹串を刺して何もついてこなかったら出来上がり。パパさんの分はお弁当箱に合わせて少し大きめに焼きます。先にソースやマヨネーズをかけてしまいましたが、お弁当箱に詰めるときに手やお弁当箱が汚れたりぐちゃぐちゃになったりと、とても詰めづらかったので、先に詰めてからソースを塗った方が良かった。
せめてソースだけ塗ってお弁当箱に詰めてからマヨネーズの方が楽だったな。これは無印のお弁当箱。透明で最近娘のお気に入りです。わあ、詰めづらい。更年期に入ってからイライラすることが増えたママがため息をつきながら詰めています。ママ頑張れ。なんとか詰められた。サイズがぴったり。ブロッコリーとウインナー、トマトを詰めて、青のりをかけたら、完成。冷めてもパサパサせず、とろふわで美味しい。蓋を閉めてみます。高さがあって全然潰れない。ああ、今日もお米がない。空っぽの炊飯器が悲しい。庭で採れたきゅうりとラディッシュをスライスして塩もみしておきます。こちらも庭のオクラ。塩でこすり合わせて産毛を取ります。味噌大さじ1、砂糖小さじ1、めんつゆ大さじ2を混ぜ合わせて、すりごま大さじ4、水 150cc をよく混ぜ合わせてごまのつけだれを作りました。冷蔵庫で冷やしておきます。お湯にオクラとそうめんを入れて茹でます。袋の表記より15秒短く茹でます。一緒にしゃぶしゃぶ用の薄切り豚肉も茹でちゃおう。薄切りなのでさっと火が通ります。オクラもそうめんも豚肉も全部一緒に茹でちゃえば楽だね。この日は梅干しがなかったけど、もし梅干しを一緒に入れたらそうめんもコシが出て美味しくなるし、豚しゃぶの梅肉和えにもできたね。茹でたら冷水に取ります。冷しゃぶは本当は氷水につけない方が美味しくできるのですが、すぐにお弁当箱に詰めたかったので、今回は冷水に取りました。お弁当用なので、そうめんはごま油を少し混ぜておきます。豚肉は水気を切ります。前日の夜に茹でておいた卵。そうめんはすぐにくるくると食べやすく丸めてお弁当箱に詰めます。茹でてすぐの方が詰めやすいので、時間を空けないように注意です。今回のそうめん弁当は全部一気に茹でただけだったので、とても楽でした。そうめんにも豚しゃぶにも合うごまだれ。喜んでくれるかな？トッピングの野菜を適当に乗せて、
完成。つゆも忘れないように入れて。麺好きのパパさんが喜ぶお弁当。この日はパンのお弁当。なのですが、ちょっとしたハプニングがありました。洗ったキャベツを細く切って、お湯に少し酢を入れて、卵を12分茹でます。卵サンド用なので、しっかり固茹でにします。茹で方が甘いと、仕上がりがべちゃべちゃ水っぽくなるので、しっかり時間を計ります。キャベツとウインナーを中火でさっと焼いて、キャベツは塩コショウを少し振って、取り出します。空いたスペースで豚こま肉を焼こう。焼肉のタレで味付け。卵は氷水にさらします。横着をしていますが、危ないのでちゃんとまな板で切るか、フォークで潰してね。ゆで卵を潰したら、マヨネーズと塩コショウを少し混ぜます。ツナ缶にも混ぜておこう。パンは軽くトースターで焼いておきました。なんと甘いクリームが入っていました。庭のブルーベリーを挟んで朝食にしよう。お米がないからパンをたくさん買っておいてよかった。ママは相変わらず抜けてて面白いね。普通のロールパンに切り込みを入れてマヨネーズとレタス、具材をどんどん詰めます。キャベツとウインナー、焼肉、ツナマヨ、卵サラダ、たっぷり詰めよう。ちなみにパパさんの分はパンがなくなってしまったので、パックのご飯をレンチンして残りのおかずを詰めました。よし、完成。セイヤで買ったこの使い捨ての容器。蓋を閉めるとこんな感じです。
この日はおむそばにします。まずはいつも通りに焼きそばを作ります。レンジで温めるパックのご飯は買えたけど、お米はスーパーの開店前に並ばないと買えないのかな？次の休みの日に朝早く買いに行ってみます。洗った人参とキャベツを食べやすく切って、最初に肉と野菜を強火でさっと焼きます。まず肉を焼いて、野菜も加えます。強火でパリッと炒めて、一旦取り出します。600ワットで1分温めた麺を焼きます。すぐに麺をほぐそうとせずに、一旦このまま焼いて、焼き付けてからほぐします。昔、お好み焼き屋さんの焼きそばが美味しくて、作り方を聞いたところ、みりんでほぐすと言っていたので、それ以来ずっと真似しています。麺が焼けたら肉と野菜を戻して、ついている粉末ソースを混ぜていますが、お好みの味付けをします。こんな風に毎日のお弁当が麺やパンばかりでいいのだろうかとか、お米を食べさせたいなぁと、なぜか罪悪感のようなものを感じてしまう。早くお米不足が解消して値段も落ち着くといいね。焼きそばができたら、次は薄焼き卵を作ります。卵を溶いて、水溶き片栗粉を少し混ぜます。熱したフライパンを一度濡れ布巾に乗せてから、卵液を入れます。仕上がりをきれいにするために卵液をこしていますが、最後にソースやマヨネーズをかけるので、こさなくて大丈夫です。もう一枚。さあ、お弁当箱に詰めよう。ラップ、卵を敷いて、焼きそばを詰めます。ひっくり返して、ラップを取ると完成。お好みソース。マヨネーズ。鰹節。青のりをかけて、
ブロッコリーとトマトを添えたら、完成。焼きそばだけより卵で包むと美味しそうに見えるね。お米不足は本当に大変だけど、なんとか乗り切ろうね。ご視聴ありがとうございます。またね。